はいどうも。目玉焼きにはタバスコ派、イメージカラーに沿った食事を心がけとるあかねちゃんと、青い食材なんて基本的に存在しないので、白で妥協しがちな葵です。今回は前回の続編。歴代最強の一角、シミックフードを破ったイゼット・オーガマなら、一つ深淵に近づいたフォーマット、パイオニア相手でも黎明期のデッキであれば、そのインフレパワーで勝てる説を検証していくで。対戦相手としては白日2部を用意しました。パイオニアフォーマットは成立後約2ヶ月間、絶え間なく禁止指定を繰り返していました。そのためこの通称デバッグ期間を終えたタイミングでの環境トップデッキの中から選定した形になります。おのおののデッキリストやで。今回のイゼット・オーガマは MO チャレンジ11月1日優勝リスト。白日2部は MO チャレンジ2020年1月12日準優勝リストに未実装カード分の独自チューンを混ぜたものになります。禁止指定で二度とスタンダード MO チャレンジを優勝できん体にされたイゼット・オーガマと同じく3ハゲが帰ってくるわけがないため、二度と同一リストでは組めない白日2部。過去の栄光のぶつかり合いに要注目やで。幼い頃はモテてたお姉ちゃんも参戦する？出たるからその無駄乳もぎって横3回。実践編。ほんなら早速見ていこか。今回も通算成績で勝ち越したデッキの方が勝利したマッチを採用しています。初手はワンマリガンで森の女人像クソハゲ人質取り土地さんでキープ。試合は2ターン目、青ザメの返しに女人像を出します。なんか英語やない？これ対戦中は全く気づいていませんでしたが、ついいつもの癖で英語版でプレイしておりました。後日上がるイゼット・オーガマ視点は日本語版やから、それで堪忍してや。英語版は表記バグ等が少ないのが大きな魅力なんですよね。そんなこんなで3ターン目、ハゲで打点を抑えつつドローしていってるで。いまいち手札内容がインパクトに欠けるので、高コスト帯を探しに行っています。そして都度ハゲ。確実に除去につながるよう、人質取りで青ザメを弾きます。そして羽弾きで回収されると、美術家の才能での手の進み込みで、どんどん不利が拡大していますね。ただ、イゼット側も決め手には欠ける状況。全除去か白日あたりを引ければまだなんとかなるで。そして来る4枚目のテフェリー、ドロソとして変換していくしかありませんね。実質操作リーバンの排撃、さすがに渋すぎるで。美術家の才能をバウンス。レベル2を未然に防ぎます。土地引かれたらアウトやけどな。その時は次のテフェリーでバウンスすれば、実質1ターン浪費させてるのでセーフです。イゼット側の選択は冬夜の物語、打点増強で、そんなくテフェリーを落としに来たで。この動き自体は今後もスタンダードで、嫌というほど見ることになるでしょうね。カットできない形で攻撃を悩まれとるで。お気づきの方も多いかと思いますが、対戦風景は倍速プラス思考時間カットでお送りしています。ハゲは無事死亡。人質取りが気分ブロックしていますが、今回のイゼット側のリストのメインデッキに2点火力はないので問題はありません。突っ込み入れそうになった方は、正直にコメントしてな。そして2部を素引き、切り返しを図ります。3ヒットで軽量除去もあり、まくったように見えるな。冬夜の存在が不穏ですが、大まかに見ればどうにかなっていそうではありますね。ライフ水準には不安が残るな。お相手は除去からのリドラーワープ。冬夜とつなげてデッキを合計6枚も掘り進めます。3枚分のディスカードで盤面の打点を引き上げた上、バウンス除去にまでアクセスしてきたで。手も足も出ない乾杯ですね。気を取り直してサイドボーディングへ。行くで。というわけで、サイドボーディングです。まずは、イゼット・オーガマ側から、アウトは、洪水の大口へ4枚、着白2枚。インは、新順のウミガメ1枚、羽弾き1枚、呪文貫き1枚、否認1枚、介入感知2枚です。次に、白日2部側、アウトは、ハイドロイド混成体1枚、ホイサイ2枚、探索する獣1枚、コッパ微塵1枚、発見発散1枚。インは、安らかなる眠り4枚、秋の騎士1枚、思考の氷結1枚です。それでは2戦目、出発！というわけで、第2戦始めていくで。初手は、色マナを欲しがってマリガンしていきます。最終的には、ダブルマリガン。初手は、森の女人像、テッフェ、土地さん。具は後引き前提で、受け入れ体制を優先しました。相手の初動は、またもや青ザメ。
育ち方がお姉ちゃんの発育とは対極的にえぐいので、序盤に出されると押し負けが多発してしまいますね。ただでさえこっちのデッキは葵ちゃんの超えた体みたいに動き出しが遅いからな。テフェリーで一度追い返して、トルシミールで対処の効く範囲に留めます。イゼットの王子は大釜、美術家の才能でビビまで落ちてコンボ完成やで。早くも大ピンチですね。対処を要求されている気もしますが、足回りも不安なので、あえて女人像で我慢します。なんで、そんな回りくどいことを？ビビを煮込んだ後の大釜を除去したいからだね。墓地への対処方法が依然として限られている以上、強気の戦力保持を志しています。相手は、ビビ大釜の莫大なマナリソースから、リドラーをスキャスト。やっぱり、このコンボはダメですね。ダメやから禁止されたわけやしな。秋の騎士でコンボを断ちに行きます。ナヒリは今出しても即落ちやからな。除去効果はリドラーに当てたいところですね。さて、イゼット側の次の手は、跳ね弾きによるセルフバウンスやな。美術家の才能のディスカード込みで、一時的に手札が1枚になるので、リドラーでアドソンを回復しながらデッキを回せますね。コンボの時短装填や、プロフトでの打点増強に使うで。今期のスタンダードでも、この組み合わせは見ることになるでしょうね。冬よから先は繋がらず、一命を取り留めたで。満を持して、ナヒリを投下、飛行クロックを潰します。優勢時には大きく動いてはいけない。そんな基本を書いた相手の隙を狙い撃つで。それに対し、お相手はビビ本人を投下。ライフ水準的にも、次のビビ大釜セットは耐えられんで。美術家のレベル3が痛すぎますからね。大釜とリップと、どっちが先に来るかの戦いになったな。引いたのは、至高の氷結、別のサイドカードでした。こっちは、ナヒリしかドローソースがなく、めくり合いは不利なのがきついで。墓地の冬夜の枚数的にも、甘い読みはできません。氷結を引っ張るのは諦めます。状況は最悪に近いから、白日、2部、リップのいずれかを引く前提で動くで。お相手は、一室からのプロフト、実質死刑宣告ですね。おまけに示談のビビ大釜セットまで、必須除去対象が多すぎるで。これを返すとなると、アンカードの、Once More with Feeling か、時点でスプレンデッドジェネシスが必要でしょうね。色マナ的にも後者なら使えるな。前回はレガシー禁止カード、今回は実質ヴィンテージ禁止カード、それらに頼りたくなる時点で厳しすぎましたね。一応、リップでリソースを削ることには成功したで。プロフトのせいで生き物は残せないので、大釜除去は諦めて一室を討伐。そもそも、ナヒリが落ちてもほぼ負けやしな。やっぱり、イゼット大釜は強力ですね。前身のイゼット果敢を含めれば関連禁止は4種類。歴代で見ても、モマと電血神話くらいしか超えんで。しかも、現代の赤タンはこれらのイゼットと対等に渡り合っていました。近年のインフレの凄まじさを改めて思い知らされましたね。白日2部側にのみ許された7年以上のカードプールより、直近3年のインフレの方がはるかに上を行っていたな。人質取りを出しても無意味なので、至高の氷結の2枚目を引きに行きました。無事引けんかったし、GG やな。対戦、ごちそうさまでした。総括。今回の検証結果は以上のようになりました。そんなことより、なんか、葵ちゃん立ち上がった前と変わってないか？お姉ちゃんにおっぱいもがれないように、一旦小さくしといたの。貧乳はステータス。でしょ？理由は？デッキの重さがいかんともしがたかったですね。打ち消しがクリティカルに負けになるしな。それに加えて、美術家の才能の加入が大きく、迷える黒魔同士、ビビのバーンルートという、第3の勝ち筋が開けていたのも大きかったです。警戒すべき勝利手段が増加し、除去すべき対象が純粋に多なったことで、より対処が後手後手になってた感じやったな。そもそも、イゼット大釜の主力である、1マナや2マナのパーマネント相手に、軽量といっても2マナ以上かかる単体除去を当てたところで、テンポ損は残り続けていきますからね。プロフト相手だとアドソンすらするしな。さらに2組 Z 最短でさえ足りないほどのサイズ感を、プロフトの映像記憶が達成していたのも大きかったですね。もともと2部ありきのリソース面を含めて、テンポ、盤面、リソースの3負けが達成されてたんやな。というわけで、イゼット大釜に勝つデッキの最低条件は、その3負けに陥らない構造を持っていること、だと整理できました。前身のイゼット果敢に対するピクシーは、リソース面、
イゼットオーガマ全盛期に対する赤単は、店舗面で、それぞれ、ほぼ確実に上回れる構造があった。魔境で生きるには、相応の強みが必須やったんやな。さて、今回で、一旦イゼットオーガマはおしまいです。次回は趣向を変えて、リミテッド方面で動画を作ろうと思います。そっちも、見てなー。